不条さん、不条さん、私の不条さんへの好感度は爆上がりです。暖房は私ですよ。一緒に私のお布団で温まりましょう。待て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 、なんだこの唐突な展開は。ほら、早くこっちへ。はい。俺の名前は不条リッタ。この春、見知らぬ土地へ転勤を余儀なくされた55歳のサラリーマンだ。会社に貢献しても突然転勤命令が出る。ブラック企業あるあるだ。仕方ない。悲しいかな。30年以上の一人暮らし。引っ越しを終えたので隣人さんに挨拶に行く。ピンポーン。はい、どちら様ですか？女性の声だ。しかも若い。今日隣に越してきたものなのですが、ご挨拶に伺いました。お待ちください。今開けますね。玄関の戸が開くと、そこにはすごい美人さんが立っていた。隣に越してきた不条と申します。これ引っ越しのご挨拶です。ご丁寧にありがとうございます。よろしくお願いいたします。では。一つお伺いしても？挨拶を手短に済ませ立ち去ろうとする俺を引き止めるように隣人が言う。何やら目の奥が怪しく光っているような気もするが気のせいか？はい、何でしょうか。彼女は俺の頭の先からつま先までを舐めるように見る。引っ越し早々、何か俺に聞きたいことでもあるのだろうか。そりゃあるだろう。ボサボサの髪、朝から引っ越し作業で乱れたのだ。不精ひげ、昨日から剃る暇などなかったのだ。汚れた服と手、引っ越し業者不足で俺も荷物運搬を手伝ったのだ。普段から疲れ切っている中年親父がさらに疲れて挨拶に来たのだから不安になるのも仕方ない。ご職業は？普通のサラリーマンです。ということは毎日ワイシャツやスーツで出勤しますか？はい。それは良かったです。ありがとうございます。俺の職業を聞いて安心した顔をする彼女。だよな、そうだよな。このご時世、隣人の身元確認は大事だ。安心してください。俺中年の独り者なのですが、決して怪しいものではありません。もしあなたが不安なようであれば、すぐに名刺をお渡しいたします。彼女も一人暮らしなのだろうか。玄関には女性ものの靴が2足あるだけだ。それは大丈夫です。ちょっといいですか？まだ何か？ちょっと何ですか？彼女はいきなり俺の肩を両手で押さえ、強い勢いで引き寄せた。じっとしていてくださいね。今確認しますから。ちょっとあなた何をしているんですか？くすぐったい。いや、なんで俺の首に何かついていますか？てか、待て待て待て、なんで俺の首の匂いを嗅いでいるんだよ。犬ですか？それとも変わった性癖持ちですか？クンクンと鼻を鳴らす行為を数回、俺の首の後ろを目視すること数回。この年まで生きてきて初めてされた行為に焦りまくる俺。もう少しです。不条さん、もう少し汗と油を出してください。まだ足りません。汗と油？汗と油ってなんだよ。お言葉ですが、あなた、俺は毎日汗水垂らして仕事しているんだよ。油とは皮脂のことです。もっと多く出してくれないと困ります。ワイシャツは1週間に何枚使えますか？一応毎日変えていきますから、週に5枚ほど。営業職で人に会うこともあるので、こまめに変えています。それが何か？そうなんですね。いろいろ聞いてごめんなさい。それでは今後ともよろしくお願いいたします。突飛な行動をした割にはあっさりと締めの挨拶をし、彼女は玄関を閉めてしまった。世の中には変わった人もいるもんだ。けどいい香りがしたな。首根っこの匂いを嗅がれた時の彼女の香りは懐かしい石鹸の香り。唇もぷっくりして魅力的だったし、胸も大きかったし、思い出したらにんまりが止まらない。変態か俺。数週間後、衝撃的な出会いだったにもかかわらず、それ以降は隣人さんと会うことはなかった。マンションなんて出勤のタイミングが同じだったりしない限り、そうそう隣人と顔を合わせることはないのである。が、そんなある日。おはようございます。隣の者です。おはようございます。何か？モニターで確認すると美人の隣人さん。朝早くから何事かと焦った俺は玄関を開けた。不条さん、ちょっといいですか？鼻息荒い彼女に俺は何かしでかしてしまったかと思った。あれ、ゴミの出し方に問題でもありましたか？いや、なかったと思うんですけど。月曜日と木曜日は生ゴミの日、火曜日はプラゴミ、金曜日は不燃ゴミ。ゴミを出す日も分別の仕方も間違っていないはずだ。
今までの経験上、ご近所トラブルで多いのはこの手の問題。伊達にこの年まで一人暮らしをしてきたわけではないのだ。俺は頭の中で復習しながらドアを開いた。ゴミ出しのことなんてどうでもいいです。そんなことより大事な要件があります。九条さん、ワイシャツのクリーニングどこへ出してます？え？だからクリーニングはどこの店に出しているんですか？ワイシャツは家で洗っています。アイロンがけも自分でやっていますが、何か問題でも？私ずっと待っていたんですよ。もしかしてあなたクリーニング店にお勤めなんですか？だから引っ越しの当日あんな質問されたんですね。最初から言ってくれたらよかったのに。そんなこと言えませんよ。勧誘だって思われるの嫌ですから。しかしですね、クリーニングに出すお金と時間がもったいないんで、俺は家で洗っているんです。ダメです九条さん。ワイシャツはクリーニング店に出してください。首や袖口の汚片が残っているでしょ。家で洗濯しても落ちない汚れ、例えばポケットのシミ、ほらインク染みなんか絶対に市販の洗剤じゃ落ちませんからね。クリーニング店に出すべきです。うちの店、シミ抜きのプロはいるし、洗剤もいいものを使っているんですよ。待て、勧誘はしないって言ったそばからがっつり勧誘してないか？そうなんですね。ちなみにどちらのクリーニング店なんですか？そこまで宣伝されるとお願いしたいかなって思いますけど。教えられません。顔は可愛くて理髪そうなのに言ってることが支離滅裂だ。シミ抜きについて熱く語られた俺は何をすれば正解なんだ？家で洗濯したワイシャツを1枚見せてください。私が判定します。いや、まだ洗濯してないです。てか何をどう判定するんですか？もう帰ってもらえますか？実は俺久しぶりの休みなんです。もっと寝ていたいんですよ。あなたのチャイムで起こされてクリーニング談義を聞かされて少し迷惑かなって思ってるんです。九条さん、あなた今日本中のクリーニング店を敵に回しましたよ。たかがクリーニング、されどクリーニングです。クリーニング店にとってワイシャツの仕上がり具合がいいかどうかでその店の評判が決まると言っても過言ではないのです。わかりました。結局は勧誘じゃん。ちょっと待っていてください。俺は彼女を玄関で待たせたまま昨日まとめて洗濯機に放り込んだワイシャツ5枚を取りに行った。これから洗濯して干して夕方にアイロンかけしようって思ってたんですよ。だからごめんなさいね。臭いし汚いままです。そんなワイシャツを彼女に渡すのはめちゃくちゃ恥ずかしかったが、そうでもしないと帰ってくれないと思い渡した。鼻をつまみながら汚物を持つかのように受け取ると思いきや、彼女は襟の汚れを見て目を輝かせ興奮している。九条さん、とてもいい状態です。襟の程よい汚れ、さらにどれも襟と袖口に汚片が残っています。変態か？隣人さんは変態なのか？それともプロ意識が強いクリーニング店員なのか？彼女の宝石を見つめるようなキラキラした瞳に俺はドン引きした。ワイシャツ5枚確かにお預かりいたしますね。必ず本日中に仕上げてお持ちいたします。ではお邪魔しました。彼女はそう言うと俺の手からひったくるように残りのワイシャツを持って行ってしまった。夕方。こんばんは。お約束通り仕上げてお持ちいたしました。どうもありがとうございます。今開けますね。玄関を開けると満面の笑みで立っている彼女。ハンガーにかけられたワイシャツ5枚を手にしている。仕上がり具合を確認していただけますか？信用しています。そんなことしなくても大丈夫ですよ。それよりクリーニング代をお支払いいたしますね。おいくらでしょう？私が強引にさせてもらったのですからいらないです。それよりも仕上がり具合を確認してください。家に上がらせていただきますね。いやダメでしょ。俺一人暮らしなんですよ。待て。独身男の部屋にズカズカと入ってくる美人な隣人さんに全力でストップをかけた。もしかしてこれは新手のセールスか何かか？綺麗に仕上がっているかどうかのご確認をお願いいたします。納得していただけたら嬉しいです。話を聞いてくれました？ですね。まあ仕方がない。では確認しますね。確認したら帰ってくださいね。人の話も聞かず寝室に入っていく彼女を追う俺。やばい。まさかベッドのある部屋に入るとは思わなかった。読みかけの写真週刊誌を慌ててベッドの下に突っ込んだ。見なかったことにします。それよりワイシャツを。綺麗になったな。こんなに汚れって落ちるんですね。感動するな。ありがとうございました。これからあなたのクリーニング店にワイシャツだけでもお願いしようかな。弱みを握られてなんか立場が悪くなった俺。自分の家で自分が好きなことをしていただけなのにな。
ありがとうございます。では近いうちに私の勤めるクリーニング店にお越しくださいね。メンバー登録していただくとお得ですから。場所をお伝えいたしますね。あ、その前にこのカーテンもかなり汚れていますね。そうですか？引っ越しする寸前コインランドリーで洗ったのですけど。コインランドリーですか？ダメです。表示タグを見てください。このカーテンは水洗いができないんですよ。まさか乾燥もコインランドリーで済ませたんですか？はい、もちろん。ですね、言ってなかったですけど。てかあなたに言う必要もないんですけど、俺の会社ってブラックなんですよ。帰宅時間が遅くてね、太陽に当てて乾かしたくても無理なんです。きっとこのカーテン縮んでますよ。まあ仕方ないですね。新調するのは面倒だったし、まだ使えるから。わかりました。ではこのカーテンのシミ、責任を持って落としてきますね。3日ほど預かりますがいいですね。それはちょっとできない相談ですね。カーテンがない部屋じゃ落ち着いて眠れないですから。外から丸見えじゃないですか。3日もカーテンがないのは不安です。外から丸見えで何が不安だというのか、という彼女の鋭い視線に俺はハッとした。わかりました。続きが見られないのは辛いでしょうね。ではカーテンが仕上がってくるまで私の部屋に来ますか？何をバカなことを言ってるんですか。冗談も休みに言ってください。私は本気です。このカーテンのカビはひどいです。ぜひうちのシミ抜き技術の成果をどうしても見てほしいのです。あなた仕事熱心ですね。まあそこまで言うなら仕方ないですね。お願いしちゃおうかな。けどあなたの家には行きませんよ。そんなことしたら俺も男です。理性を保つ自信がありません。家に来ていいって言ったのは冗談です。私はカーテンさえお預かりできたら嬉しいのです。仕上がりを楽しみにしていてくださいね。そう言うと彼女はテンション高く俺の寝室のカーテンを取り外した。せめてレースのカーテンは残しておいてほしかったよ。俺は半泣きで新聞紙を窓に貼り付けた。3日後。こんばんは。カーテンが仕上がってまいりました。ありがとうございます。今開けますね。ここ数日間パンツを履かないままズボンを履いているような不安な感覚だった。俺は喜び勇んで玄関を開けた。お待たせいたしました。レースのカーテンの黒カビもしっかりと落ちました。ご確認お願いいたします。おお、綺麗になりました。ありがとうございます。クリーニング代をお支払いいたしますね。全部で1万円です。そんなに高いんですか？いいえ、特殊なシミ抜きをした割には安いと思いますよ。そうなんですね。ぼったくりかよ。これは新手のセールスなのか？買った方が安かったかもしれない。いや、口が裂けても彼女の前では言えなかったが、俺は内心とんだ出費だと泣けてきた。では確かにいただきました。このスニーカーも汚れていますね。実はうちの店、靴のクリーニングも得意なんですよ。ぜひ一度お試しください。いや、このスニーカーはもうくたびれてるから捨てるつもりだったのでいいです。残念です。部屋に上がらせてもらっていいですか？なんで？ちょっとあなたお待ちなさいよ。俺の了解も得ず彼女はまたズカズカと部屋に入ってきた。彼女の体に接触するわけにもいかず、俺は背中を追いかける。何ですかこのセーターは。毛玉がいっぱい。この T シャツの応変も許せないです。藤条さん、カーディガンなんか着るんですか？着ますけど何か？そのずんぐりむっくりな体型で。ほっとけ。てかあなたさっきから人の家に上がってタンスの中あさってやってることは空き巣ですよ。住人の了承のもとですから空き巣ではありません。そういうことじゃねえって話を聞いてますか？彼女は高級時計を奪う強盗犯のようにこれもあれもとゴミ袋に俺の服を詰め込んだ。では仕上がりは1週間後になります。楽しみにしていてくださいね。片目ウインクをした後、彼女はサンタクロースのように俺の服が入った袋を引きずって出て行った。唖然とする俺、こだわりも思い入れもない服にクリーニング代を払うのは勘弁だと見送った。1週間後。ピンポーン。先日お預かりいたしました服が仕上がりました。ありがとうございます。おいくらですか？完全手仕上げの一番いい洗い方ですので3万円です。マジか。マジですか？捨てるような服にそんな払えないぞ。料金を聞いて玄関で固まる俺。もし無理ならお給料入ってからでいいですよ。未収売上にしておきますね。では玄関前に置いておきますね。いつもありがとうございます。玄関前に放置された服。確かに毛玉がなくて生まれ変わったようなセーターになったが、なんか納得がいかない。取れかかったカーディガンのボタンがついていたのは感動したけど、しかし人生とは何が幸いするかわからないもの。なんと俺は隣人さんのおかげで会社での評判が良くなってしまったのだ。
ご飯粒がついたままの服を着ている人というあだ名もなくなった。つまり見た目が小綺麗になるにつれ、俺への評価もうなぎ登りとなったのである。ところがだ、ヘトヘトになって帰宅した夜、俺の雄たけびがアパート中に響き渡る。布団がない。ベッドの上には写真週刊誌があるばかりで肝心の布団がないのだ。まさか。夜中だとて関係ない。俺は隣の部屋のチャイムを鳴らした。夜分遅くにすいません。疑うわけではないのですが、あなたまさか。あら藤尾さん、遅くまで仕事お疲れ様でした。そんな悠長なこと言ってる場合じゃなくて、もしかして俺の布団も。大家さんに鍵を借りました。うちのクリーニング店は布団の丸洗いもしてるんですよ。藤尾さんたらシーツもカピカピになってましたよ。は？何を言ってるんですか？俺はやましいことなんてして。いや違う、そんなことはどうでもいい。待て不法侵入された上の赤っ恥。いろんなことがつまびらかにされて死にたいです。涙。春といえど寒い。俺の心も寒い。布団がなければなお寒い。ごめんなさい、予備の布団がないんですね。そりゃあなたが全部持って行ってますからね。俺の家には暖房もないんですよ。極力引っ越し荷物を減らすため、暖房器具は冬になったらこっちで買えばいいと思ったのだ。ごめんなさい、そこまで気がつきませんでした。ここの春は寒いですものね。今持ってきますね。私のをお貸ししますね。なんだ、気遣いもできるじゃないか。てか、いろんな意味で震えている原因を作ったのはあなたですけどね。俺は苛立ちを隠しながら玄関で待つこと数分。お待たせしました。3枚くらいで足りますか？何これ？段ボールです。さっき段ボールがないっておっしゃってましたよね。段ボールじゃねえよ、暖房だよ。ごめんなさい、聞き間違えました。てへ。誰が親父ギャグを言えと。ベタなコントじゃねえか。玄関で嘆く俺、疲れと恥ずかしさと怒りが混ざってテンションがおかしくなった。冗談ですよ、冗談。藤尾さん、今までありがとうございました。お店の売り上げも上がりましたが、私の藤尾さんへの好感度も上がりました。暖房は私ですよ。一緒に私のお布団で温まりましょう。いや待て、なんだこの強引な展開。そうして1年後に俺たちはゴールインするのである。汚れた服はすぐに彼女がクリーニングするし、布団もカーテンも常に清潔だ。彼女は汚れ物をクリーンにすることを生きがいとしており、身近に存在する油ぎったおじさんは格好の獲物に思えたのであろう。獲物を仕留めれば骨まで食らうのもまた起きて、持つべきものは美しくて汚れ物が嫌いなようで好きなガチすぎるクリーニング店員なのである。おしまい。最後までご視聴ありがとうございました。パンピ学園では制作を支援してくださるメンバーを募集中です。ぜひご協力をお願いします。